そろそろ寿命かな。あれはとてもとても暑い夏の日のことだった。あの日の暑さはまるで地上のすべての営みが絡まりこんがらがって、手に負えなくなったやけくそな神様がこの世のどこかにいて、何もかもを熱の中に溶かし、子供のような無邪気さで次なる世界への夢を描いている。そんなめまいのするような不思議な暑さだった。あの日は弟が生まれた年の8月の最初の日で、当時9歳になったばかりの私は、この日から夏休みが終わるまでの間、臨月を迎えた母親の負担を減らすために、北関東の田舎町に住む叔父のところに預けられることになった。その時私は入道雲が8月の強い日差しを浴びて湧き立ち、キラキラと白く輝いている様がなんだか嬉しくて、父親が驚かない程度にほんの少し車窓から身を乗り出した。私が車のシートに身を沈め、ちょっとだけ深呼吸すると、まるで頭の真ん中で光の棘がチカチカと明滅したような不思議な感じがした。夏休み中、息子がお世話になります。こんなに自然がたくさん残っている里山に来たのは初めてなので、ちょっとびっくりしてるみたいだけど、皆さんよろしくお願いします。じゃあ自己紹介。こんにちは、僕です。お母さんのお腹が大きくなったので、今日から一月、夏休みが終わるまでの間、お世話になります。はじめまして、僕くん。長旅ご苦労様でした。このうちの名前は空野。おじさんは優作って言うんだ。今日からここを自分の家だと思ってたっぷり遊んでいってください。じゃあお姉ちゃんから。萌えと言います。この家の長女です。よろしくね。私は調べ、歌って書いて調べなの。うちのお父さんかっこいいでしょ。陶芸家なんだ。お皿やお茶碗作るんだよ。おばちゃんのこと覚えてる？あなたのおむつを変えたこともあるのよ。あなたのお父さんの妹、カオルおばちゃんです。よろしくね。この部屋を自由に使ってちょうだい。今日はお布団が降参するほどたっぷりと日に当てておいたから、柔らかくてふかふかで寝心地満点よ。日向の匂いの中でぐっすりと眠れるわ。おばちゃん、ありがとう。
おばちゃんってすっごい人なんだ。これじゃあまるでお布団爆発だ。じゃあ晩ご飯までの間、あと1時間ぐらいかな。うちの中や庭の散歩でもしてらっしゃい。でも今日はもう遅いから山の中に入っていっちゃダメだよ。これはおばちゃんちの決まりなんだから。僕くん、この夏休みの自由研究は何にするつもりだい？このうちには昆虫採集セットがあるぞ。ほんと？うん、僕くんにプレゼントしよやっう。でもおじさんちの子供のお下がりなんだけど、いいかな？た。いいよ。見せて見せて。じゃあ晩ご飯の後にでも持ってきてあげようね。期待して待ってること。ありがとう、おじちゃん。嬉しくて徒競走の後みたいに心臓がドキドキした。こんにちは。どうも。何しているの？遊んでるの。名前、なんて言ったっけ？教えない。あ、嘘。歌って書いて調べなの。よろしくお願いいたしまする。こちらこそ、よろしくお願いいたしまする。なんか、怒ってない？はい、今日の遊び時間は終了。もう晩ご飯ができています。じゃあいただきます。いただきます。来ます。美味しかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。でした。僕くん、2階の机の上にいいものが置いてあるよ。2階の机の上にいいもの？そう、見ておいで。喉が渇いたら冷蔵庫に麦茶か牛乳があるから勝手に出して飲んでいいわよ。どちらも自家製だから同じ容器に入ってるの。あと牛乳は中に時々白い塊が混じってるけど、あれは鍋で沸かして殺菌した時にできるものだから気にしないでね。今日の晩ご飯はカレーライスにアジのマリネ、サラダと枝豆などなどを頑張って作りました。早く2階の自分の部屋に行って机の上のプレゼントを見ておいで。あれ？それはどんよりと悲しい夕焼け空をバックにミキの服用機が描かれたプラモデルの箱だった。そして箱の中身はおじの約束通りの昆虫採集セットだった。
こうしてあの夏休みの最初の一日が終わったのだった。じゃあいただきます。いただきごちそうさまでした。ます。ごちそうさまでした。ねえ僕くん、お花好き？そうなんだ。じゃあ僕くん、朝顔の水やり当番に決定。ここから庭に出て左に行ったところのうちのすぐ脇に朝顔の棚があるから、そこに毎日水をやってね。もうちょっとで綺麗なお花がたくさん咲くのよ。こうして私は朝顔当番に任命された。こんにちは。僕くん、ここがおじさんの工房だよ。どう？なかなか面白い空間だろう。この工房はここの地名を取って月夜の窯というんだ。おじさんはここで粘土をこねたりろくろを回して仕事をしてるんだ。もう少し沢の方へ行ったところにある大きな焼き窯が上り窯っていうんだけど、あそこに一昼夜頑張って火を入れて焼き物を完成させるんだ。じゃあ僕がここにいる間に火をつけるってこともあるの？実はね、夏は窯に火を入れると暑いから本当はやりたくないんだけどさ、多分8月の下旬になると焼くものが相当溜まってくるだろうから、その時には火を入れなきゃならないだろうな。なんだか楽しみだね。おじさんも暑い以外は楽しみなんだけどね。なんだ、まだここにいたんだ。おじさん家は縁側の横に裏門があるんだけど、そこから橋を経由して山の方に出られるんだよ。子供は大自然の中で遊んでいらっしゃい。夜の山は危ないから、あそこは昼間しか開けてないんだけどね。そこは地元の悪ガキどもが普段たむろしているのだろう。いわゆる秘密基地というやつだった。なんだこや。スイカ泥棒たちが食い散らかしたスイカの残骸だった。それだ。なんだ、ここから先行けないんじゃないか。この木を切って橋を作ればいいのかな。
ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。そういえば最近またスイカ泥棒がひどくてね。このまま今より悪くなったら見張りが必要かもしれないな。僕くんも何か見たら教えてくださいね。この時、私はあの秘密基地での一件を、なぜかおじには言わなかった。おじちゃん、もしスイカ泥棒を捕まえたらおじちゃんはどうするの？どうしようかな。おじさんも小さい頃盗んだことあるしな。へえ、おじちゃんも泥棒したことあるんだ。おいおい、人聞きの悪い。おじさんたちが盗んだのってスイカみたいに大きいやつじゃないぞ。そうそう、一人で一個ペロリと食べちゃえるんだ。当時味売りって言ってた可愛いやつだよ。それって今で言うところのメロンじゃないの？犯罪だね。僕くん、もう池には行ってみたかい？あそこの池には大きな魚がたくさんいるぞ。え、たくさん？いいな、いいな。もし釣り竿を使うんだったら、この勝手口を出て右側にある納屋に置いてあるから持って行きなさい。わかったよ。おじちゃん、ありがとじゃあ、いただきます。う。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ねえ、僕くん、トウモロコシ好き？大好きだよ。おいしいもん。じゃあ僕くん、畑のお手伝い当番に決定。今日一日だけのお手伝いだけど、森に行く途中にうちのトウモロコシ畑があるんだ。そこに午前中に来て取り入れを手伝うこと頼んだよ。すっごくいい天気。僕くん、こんにちは。おじちゃん、おばちゃん、こんにちは。いやー、しかし今日は空が高いな。僕くん、約束通り来てくれてありがとう。では僕くん、畑のトウモロコシを片っ端からこのカゴに入れてね。じゃあお仕事スタート。僕くん、これでもうそろそろおしまいだね。いやー、お疲れ様でした。私もなんだかいい汗かいちゃったな。明日のお昼にでもおっきなお鍋でたっぷり茹でてあげるからね。楽しみにしててちょうだい。後片付けはおじさんたちがやっておくよ。さあ、子供は遊んだ。僕くん、おじさん家の庭のずっと奥、家畜小屋の横の方に雪の川の上流へホタル沢へと続く道があるだろ。あの沢ではホタルがいっぱい羽化して。ホタル？僕見たことないんだ。いいな、いいな。すっごく綺麗なんでしょ？見たいな。あれ？あんた意外にロマンチック。でも
夜道は危ないから日が沈んでからは絶対にあそこに行っちゃいけないよ。これはおじさん家の決まりなんだから。残念だな。ホタルのことを秘密にしておけばいいのに。そうだな。じゃあいただきます。いただきます。それ、なんていうの？クラリネット。私、友達にクラリネット習い始めたんだ。秋の文化祭で2人で演奏するの。でも、下手くそだね。でも、夏休み中には上手くなるぞ。絶対。多分、きっと。ねえ、僕にもクラリネット貸してよ。ダメだよ。これはお口をつけるものなんだから。ねえ、調べが面白いところ教えてあげるよ。面白いとこ、こんなに山ほど案内してあげる。だから、いっぱいたくさんとびきり感謝するのよ。調べはあんたより、ここ、長いんだから。はじゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ねえ、じゃあ、そろそろ行こっか。嫌なの？調べが一緒に行ってあげるって言ってるのに。嫌なの？ちび娘、あんまり無理言うんじゃないの。あ、その名前を言ったな。何それ？調べの学校でのニックネームなの。お姉ちゃん、ダメでしょ。だって調べがあんまり言うこと聞かないから。じゃあ、縁側で待ってるからね。ぽよよん。ケンボー。やっぱ来たんだ。私って罪な女ね。じゃあ、調べの後をたたっとついてきて。とりあえず橋のとこまで行ってるからね。私にはそれがなんだか恐ろしく手間のかかる生き物との人生で最初の遭遇だった。ここはボロッチだったのをうちのお父さんが今回直したんだよ。へえ、大工さんみたいなんだ。このちっちゃい川はね、雪の川っていうのよ。そうなんだ。ねえ、雪って雪？お空から降る雪。へえ、ここは雪が降るところなんだ。あんたのとこはちっとも？たまにしかね。かわいそうね。でも本当はホタルがポコポコっとたくさん生まれる川だから雪の川って名前になったんだって。なんでかな？なんでホタルがポコポコで雪って名前になるのかな？それは。へえ、知らないんだ。違うわよ。あんたにだけはどんなことがあっても教えちゃいけないってお父さんに絶対言われたんだから。絶対に秘密なんだから。
さい。レディーを待たせるなんて本当にダメな人ね。ごめんなさい。まあ、調べはとても優しい子だから特別に許してあげる。この花はね、中の蜜がとっても甘くて美味しいの。本当だ。こりゃいいね。ね、なんて花なのこれ？確か、紫チューチューっていうの。そうなんだ。そうだよ。にひひ。じゃあ次ね。あれ？おばちゃんだ。二人が仲良くしているところを写真に撮ろうと思ってここで待ってたのよ。うちのお母さん、昔、東京でカメラマンやってたんだよ。すごいでしょ。カメラマン？でも助手だったのよ。一人前になる前に結婚してここに来ちゃったから。さあさあ、二人とも並んだ。はい、お父さんが好きなのは？チーズ。じゃあ写真ができたら見せてあげるね。うちに帰ったらゆずきさんにも見せてあげるんだよ。きっと喜ぶわ。ゆずきって誰？うちのお母さんだよ。ちゃんといい子にしてたってお母さんに教えてあげなきゃね。じゃあ二人とも仲良くするのよ。そろそろ調べも帰ろうかな。この先は橋が落っこっちゃってるし、あっちの方はでっかい蜂の巣があるし、あんたはスイカ畑の見張りでもしててね。ちょっとだけ楽しかったよ。じゃあね。でもあんたまでちび娘って呼んじゃやだよ。スイカ泥棒はいかにも腕っぷしの強そうな地元の子供だった。そして私のいつもの癖が始まった。誰かいるのか？もうダメだ、そう思った時、山犬でも降りてきたか。その雄たけびはどこか遠く深い山々の奥の方から夏の里山の創造しさとはまるで不釣り合いに寂しく、そして悲しく響いた。調べってあれでも可愛いところがあるんだよ。僕くん、面倒見てやってね。お腹きっつい。トウモロコシ食べ過ぎた。今日はたくさんいっぱい楽しかったでしょ。今度はもっと遠くまで連れてってあげるわ。調べとデートしたのかい？男の子は何かと大変だな。おじさんも誰かとデートしたいな。
そうさまでした。ごちそうさまでした。ゆうちゃん、今晩詐欺の里の会合に出るんでしょ？うん。何やらホタルの幼虫が月夜野以外の沢でも繁殖するように、もうちょっと考えて農薬を使おうという趣旨の集まりらしいよ。晩ご飯を食べてそれから行くとしよう。ホタルの幼虫って？ああ、ホタルには幼虫の時期を川の中で過ごす種類があるんだ。川の中の巻貝を食べて大きくなるんだよ。そうそう。おじさん今晩留守にするけど、危ないからホタル沢へ行っちゃいけないよ。わかったよ、おじちゃん。それが夜のホタル沢へ行くたった一度のチャンスだった。あ、おじちゃんの前に飛行機のプラモ。うん。おじさんちの子がまだちっちゃかった時に飛行機が大好きだったんだ。それでおばちゃんが一生懸命組み立てたんさ。おじちゃんは作れないの？おじさんも作れるし作るのは好きだけど、こういうことは大体おばちゃんの担当なんだ。おじちゃんはホタル見たことある？うん。それに昔はそこら中で見られたからね。あれ？お前誰だよ？スイカ食べてたのかい？うん。これは食い放題なんだ。おいしい？奥沢のじいちゃんちのには負けるけど、まあまあってとこだな。食うか？食うんなら持ってきてやるぞ。じゃあいずれもらうよ。名前は？僕って呼ばれてる。夏休みだけここの下のおじちゃん家に来てるんだ。え？げえ、やばいな。おじちゃんちってそこの焼き物やってる家だろ？うん。このスイカもね。そうか。お前バラすなよ。いいか？男と男の約束だからな。破ったらしっぺ100回ね。絶対の絶対だぞ。わかってるよ。そうか。よっしゃ。俺の名前はガッツって言うんだ。ここは俺たちの秘密の秘密基地だ。なかなか生かすだろ。本当はメンバー以外は入っちゃダメなんだけど、今後特別に入場を許可する。これってスイカの秘密を知ったから？そういうこと。ねえねえ、じゃあ合言葉は？何？基地に入る時の合言葉はないの？なんだそれなら。あれ、大変だ、忘れちゃったよ。ここではみんなカブトムシやクワガタを戦わせたり交換して遊んでるんだ。車の中に萌えのブカブカジャージがあったから、冷え込んだら着るってお父さん言ってたよ。じゃなくて、お父さんが無理に来たからブカブカになったのよ。調べのもお父さん着られるかな？じゃあごちそうさまでした。お母さんなら多分着られるよ。半ズボンになっちゃうけどね。
朝ごはんだよ。あれ、体操は？寝坊すけ。今朝はずいぶんとお寝坊さんだったのね。うん。僕くん、おばちゃんに何か隠し事してない？何も隠してないと思うけど。そうかな。昨日の夜、ホタル沢に行ったでしょ。ごめんなさい。でも、どうしてわかったの？さっき僕くんのシーツを取り替えようとしたら、お布団からお客さんが出てきたんだ。おばちゃんびっくりして暴れちゃったけど、なんとか捕まえちゃったよ。ホタルが出てきたの？さあ、どうかしら。自分の虫かごの中を見て確かめてちょうだい。おばちゃん、ありがとう。来た来た。都会の腐った風の匂いがするぜ。もやしっこ、ちゃんと朝飯食ってきたか？紹介するよ。僕ちゃんだ。よろしく。こっちがマンモスデブ。うるさい。ファットって言うんだ。よろしくな。どういう意味なの？あのね、詐欺の里で農家の手伝いに来てた外人のお姉ちゃんが俺様を見つめてうっとりして目を潤ませこう言ったのさ。おお、ファット。って意味は？こっちはメガネ。こいつ頭いいんだ。こんちは、僕くん。君、綺麗な目をしてるね。は？こいつちょっと変なやつだけど、いじめたら俺が承知しないからな。僕はそんなことしないってば。例の秘密、おじちゃんに言わなかったんだろうな。もちろん。もし約束破ったら、しっぺ100回の刑。何年生なの？ 3年生だよ。なんだ、俺5年生。俺様は4年。みんな僕より大きいんだ。僕まだ2年生だよ。調べと同じ？そうそう、嫌なやつ嫌なやつ。だってあいつ僕のこといじめるの日課にしてるんだよ。ほんとに嫌なやつ嫌なやつ。今どこに住んでるの？おじちゃんち。ここのすぐ下の家だよ。え？それって空野さんじゃん。そうだよ。そうか。あそこか。どうしたの？ファットってあそこの中学生が好きなんだよ。萌姉ちゃん。この野郎、口から手突っ込んで裏返しにしてやろうか。まあまあ、抑えて抑えて。萌えさんってやっぱ素敵だろ？いいなあ、あの家に一緒に住めて。なあ、一日だけこっそり交代しないか？僕くんって本とかたくさん読む人？大好きだよ。よかった。僕、周りの子と話題が合わなくて困ってたんだ。それって俺たちバカみたいじゃん。
僕、昨日丘の上まで登ったんだ。とっても見晴らしよかったよ。見晴らしがいい？じゃあ、あそこの丘かな。うん、そうだね。この子たちがもっともっと小さい頃、あの丘の上に登ってみんなで凧揚げをしたんだよ。そうだ、今の本棚にその頃買ったタコの本があるんだけど、おじさんがタコを作ってあげようか。わーい、おじちゃん、ありがとう。じゃあ本を見て作ってほしいタコを選ぶこと。そして昼間、おじさんが工房にいる時にでも何を選んだか教えに来てね。そうするよ。じゃあ、いただきます。いただきあれ、お姉ちゃん、ここで何やってんの？あ、これはね、私にクラリネットを教えてくれている人にお礼をしようと思って、押し花を作るために花を摘んでたんだ。お姉ちゃんって大人の女の人みたい。ありがとう、僕くん。でもね、この押し花作りはちょっとスペシャルなの。なんで？それは秘密ってやつだ。しかし、ここんとこずーっといい天気だね。私はさ、こういう青空の日に時折木陰から吹いてくる風の涼しさが好きなんだな。風の中から森の艶やかな香りがしてさ、できればずっとこの深い森の緑の中で何にも考えずに静かに暮らしていければな。そして気がつけばいつの間にかおばあちゃんになってましたっていうのがいいよな。ねえ僕くん、押し花にする花探すの手伝ってよ。私って何でも選ぶの下手くそなんだ。この黄色い金梅草の花、これの可愛いのを見つけたら私のところへ持ってきてね。わかったよ、お姉ちゃん。ありがとう。僕くん、これで数は OK かな。手伝ってくれてありがとう。あといろいろお話もできたし、今日は本当に楽しかったよ。僕も楽しかった。お姉ちゃん、なんだい？かわいいおばあちゃんになってね。努力してみるよ。じゃあね。そういえばそろそろ花火大会だな。あれ、何日だっけな。麓の花火大会は僕くんの部屋からの眺めが一番素晴らしいんだよ。少しだけ上手くなったでしょう。そうかな。ああ、そういうこと言うんだ。あんた、ちょっとは気を使いなさいよ。居候なんだからさ。処世術ってやつ。でも、優しい音の出る楽器だね。そうでしょ。なんだか、こうやって夜の闇に包まれてクラリネットを吹いてるとさ、
音の波が静かに森の中に吸い込まれていって、例えば木の梢や花々、寝ぼけ眼の子狸や求愛中のジバチくんなんかがみんな幸せになっていくような気がするんだよね。それってなんだかお姉ちゃんがみんなのお母さんになったみたいだね。なんでだろなぜでしょう。その時私は以前にも同じ光景をこの窓から見ていたことがあるんじゃないかなんて、なんだかちょっと不思議なことを考えていた。あれ、なんだろう。うわ、なんだこりゃ。とにかくお化けみたいにバカでかいヤマメなんだって。そんなの嘘に決まってら。夢を見たんだよ。きっとそうだ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。そういえば、とっても大きな魚が池でザブンと跳ねてたよ。それはきっとあの池の主が僕くんに挨拶しに来たんじゃないかな。ねえおじちゃん、あんな大きな魚でも僕が釣ることできるかな。とっても大きなテンカラケバリを作らなきゃダメだろうね。どうすればいいの？とじゃあ山の中から何か毛針の材料になるようなものを見つけておいで。そしたらおじさんが手製の特大毛針を作ってあげるよ。材料ってどんなものがいいの？例えばうちのワンちゃん、剣棒の毛みたいなちょっと固めの鳥の羽とか。なんだ、それなら簡単だよ。そう？じゃあ頑張って。ごめんね。えい。
おじちゃん、毛針の材料見つけてきたよ。どれどれ。あれ、これなんだっけ。まあいいや、ちょっと柔らかすぎるけど頑張って作ってみるよ。2日くらいで完成すると思うから、そしたらまた取りに来てくださいね。あ、おばちゃん、咲いたよ咲いたよ。まあやったね僕くん。なんてかわいい朝紫の花なんでしょう。僕くんえらいえらい。じゃあ後で写真を撮っておくからね。それは見つめているとなんだかめまいがしてしまうような青く透明な空の中をひたむきな使命感と孤独を身にまとって静かに、そして滑るように飛んでいく人工衛星だった。私はその金属質の冷たい輝きを瞬きもせずにずっと見つめていた。今お姉ちゃんね、大事な大事なものを熱烈執筆中なんだ。僕くん、明日はおじさん家にお坊さんが来るんだけど、その間遊びに行かないでちゃんとここにいるんだよ。なんでお坊さんが来るの？明日はね、おじさん家には昔男の子がいたんだけど、その子の命日なんだ。僕くんのうちでもおじいちゃんの命日にはお坊さんが来ることあるでしょ。うん。じゃあいただきます。いただきごちそうさまでした。ごちそうさまでした。私、今日詐欺の里に手紙出しに行くけど、他になんか用事あるかな？あ、行くの？じゃあ山下さんでみりん買ってきて。了解。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。そういえば、今日詐欺の里に行った時のお土産があるよ。なにというわけで、この後縁側に集合です。なに僕くん浴衣着ようか。なんかちょうだい。じゃあこれ。
明日が来るな。お坊さん見えたよ。毎年こんな山奥までわざわざすみません。いやいや、私はこれで飯を食っていますので。それでは。よいしょ。さて、こんなもんかな。ありがとうございます。はいはい。あれ、新顔だな。僕ちゃん、How old are you? いくつですか9つ。そうかそうか。なかなか賢そうな坊ちゃんだ。私が同じ年頃だった時のことを思い出しました。どっからさらってきたの？お坊さん帰られたよ。団結主変だって。僕くん、お疲れ様でした。もう遊びに行っていいのよ。僕くん、例のでっかい毛針完成したよ。うわー、おじちゃん、どうもありがとう。なかなか面白いお坊さんだったろ。うん。あのお坊さん、ああ見えてももう60近いんだよ。ねえ、ここのうちのお兄ちゃんっていつ死んじゃったの？うん、3年前よ。僕くん、その時マシンにかかってたからお葬式来られなかったのよ。マシーン？うん、ちょっと違うわ。マシンってはしかのことよ。
ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今日もなかなか夏らしいいい形の雲が出てたね。ちょっと小耳に挟んだんだけど、イワシ雲ってイワシの形してるの？それはね。だったらドーナツやソフトクリーム雲もあるのかな。あんみつは？ワッフル。じゃあ僕はクロワッサン。それなら2人で新しい雲の形を探しに風の岬まで行っといで。新しい雲？風の岬で？最新型の雲。でも風の岬までは遠いから気をつけてね。できるだけ寄り道しないで行くのよ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今日もいい天気だ。ねえ、結局2人で風の岬に行くんでしょ？行くの。とにかくあそこは遠いからあんまり寄り道しないこといいかな。夕方までにつけなくて半べそ書いてもお父さん知らないからね。わかった。じゃあちゃんと調べについてきてね。とりあえず調べは新しくできた橋のとこまで行ってるから。明日はもうお墓参りか。僕の夏休み半分まで行っちゃったね。ねえ、明日って何の戦争が終わった日なの？明日の終戦記念日っていうのはね、おばちゃんがちょうど今の僕くんぐらいの時に太平洋戦争が終わった日なんだ。おばちゃんは北海道の小樽って港町で育ったんだけど、ある日の朝、家の近くの丘に登ったらいきなり港に大きなアメリカの軍艦がたくさん浮かんでいてね、とってもびっくりして、おばちゃん急いでうちの中に隠れちゃった。アメリカ人に会うのが怖かったの？だってアメリカの兵隊さんに捕まったら塩かけて頭からガリガリと食べられちゃうって教わっていたんだもん。でもね、上陸してきたアメリカの兵隊さんがうちの前の路地で小さな野良猫を抱き上げてミャオミャオって言ってるのを窓の隙間からこっそりと見てたら、なんだ同じ人間じゃないかっておばちゃんそう思ったんだ。もうあの日から30年も経ったんだね。来た。いやー、ご苦労ご苦労。ねえ、この辺って山の中って感じでちょっと怖いでしょ。なんで？全然平気だよ。そうなの？もうせっかく。じゃあまた先に行ってるよ。次はひまわり畑でね。ご到着。この辺から海の近くまでずっとビロンチョひまわり畑なんだ。ビロンチョ？そ
すごいでしょ。うちのお兄ちゃん、調べが幼稚園の時に死んじゃったんだけど、ひまわり大好きだったんだよ。どうして？七夕の福引きでひまわり T シャツ当たったの。でもでっかいオルゴールも当たったことあるんだよ。なんだ。じゃあ当たったから好きになったんだ。悪い？なんか文句ある？ありません。でも僕もひまわり大好きだよ。そうなんだ。へへ、やっぱりそうなんだ。そうなんだ。悪い？文句あるの？ありません。じゃあ次は砂浜に集合。途中道が分かれちゃってるけど、右にまっすぐ大国木山方面で砂浜だからね。じゃあね、ぽよよーん。海なんて本当に久しぶりだな。ねえ、あんたって泳げるの？ちび娘は？調べが先に聞いたのよ。ちゃんと答えなさいよ。お前こそ先に言えよ。あんたこそ。もしかして二人とも泳げないの？さあ、もう少しで風の岬だわ。張り切って頑張ってレッツゴーよ。到着。あんたは2等で、調べが1等賞。こんなに遠いところだったんだ。昔よくみんなでここにピクニックに来たの。そうなんだ。うわー、お日様カンカン。気持ちよくてなんだか眠くなってきちゃったな。僕も。何？どったの？あれ？どうしたん？なんでもない。居眠りしちゃった。居眠りしちゃった。あれ？真似すんな。見て、太陽が海に入ってく。風の岬どうだった？夕日が海にジューって入っていったんだ。それは面白そうだね。でも僕、岬でお母さんのことを思い出しちゃった。
僕くん、今日おばちゃんちはみんなでここのうちのお兄ちゃんのお墓参りに行ってくるんだけど、一人でお留守番しててくれるかな？うん。一人で大丈夫だよ。悪さすんじゃないのよ。まあ調べったら。じゃあいただきます。いただきごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあ行く前に晩ご飯クイズ。僕くん、今日の晩ご飯は何だと思う？じゃあ今日の晩ご飯楽しみにしててね。じゃあみんなでお墓参りに行ってくるからね。まあ泥棒さんが入るようなところじゃないから、普段と同じようにしていなさい。今日は疲れちゃった。僕くん、お留守番ご苦労様。はい、お土産。このおせんべい、なかなかおいしいのよ。留守中何か事件でもあったかい？そうか、それは何よりでした。じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。さっき体操の前に木にブランコを吊るしたよ。いいわね。それもう3年も使ってなかったけど。ブランコブランコ。ブランコってこんな山の中だとなんだかアルプスの少女ハイジって感じだな。あんたちょっと見ててあげるから乗ってみなさいよ。でも調べの方が絶対うまいんだから。さっきおばちゃんもブランコしてきたんだ。じゃあこいつでどう？よし行け。よし行け。頑張れ頑張れ頑張れ。あー悔しい。じゃ次俺様ね。
次はガツンとかましてやるぜ。今日は大丈夫？さあ、どうでしょう。でも以前よりは音色の響きが少し良くなってると思うんだけど。だってさ、だって周りの空気をちょっとだけ私の演奏が艶やかにしてる感じがするんだ。なんだそれ。なんだろう。ハイグレード田舎って感じかな。違うと思うよ。あれ、残酷なんだ。ねえ、星の数を数えようとした人っているのかな？目を凝らすと星と星の間の暗闇にも細かい塵みたいな光のつぶつぶ、ぬか星たちがぎっしり詰まっているような気がしない？小学校の修学旅行で東京に行った時にさ。夜でも空が明るい？そうそう。でも宇宙飛行士さんたちは宇宙からあの都会の輝きを見つけるとなんだかほっとするらしいね。なぜでしょう？なぜでしょ？お風呂のお姉さん、今朝うちに来てたんだって？今年は来るの遅かったね。そうだね。いつもは仙台七夕のお土産を持ってくるもんね。どの辺にテントを張ったのかな？去年は大井町のあたりだったけど。今年は龍神池ぐらいまで入るみたいだよ。質問です。はい。誰ですか？狼娘。大学生の美人さんで、毎年夏の間この山にこもって、それで我が家にお風呂を借りに来るんだ。本をたくさん持ち込んでテントで生活してるのよ。お地蔵様を左に行って森を抜けると大きな池があるでしょ。今年はどうやらあの辺にテントを張ってるみたいだから、僕くんも行ってみるといいよ。じゃあいただきます。いただき明日秘密の秘密兵器を投入するぞ。まさかガッちゃん、あれはちょっと卑怯だよ。勝負はやったもん勝ちだぜ。君たち、勝ち負けじゃなくてもっと心のゆとりをさ。やだね。なんでしょう？いきなりなんともへんてこりんな装置が現れたものだ。そこには死んだ鶏が吊るしてあった。なんでしょう？ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。そういえば僕、海の近くで不思議なものを拾ったんだ。不思議なもの？一体どんなものを拾ったの？教えて。入道雲みたいな形の、見たこともない石なんだけど、僕の足元にいきなり転がってきたんだ。ああ、あれかな？あれかな？教えて。うん。
おじさんがまだ今の僕くんより小さい頃におじいちゃんに教えてもらった話なんだけどさ、海岸の岩場なんかでたまに見つかるタコ入道のような不思議な形をした石があるんだ。それそれ。で、それはね、なんとクジラさんの耳の骨なんだ。クジラ？そうなんだ。クジラさんとかイルカくんとか海に住む哺乳類は死んだ後体が海底に沈んじゃうんだけど、耳の骨だけ他の骨とつながっていないから最初に体から離れて海岸に打ち上げられるんだってさ。でもそんなの見つけられるもんなの？確率はそんなに高くないんだろうけど、とにかく海岸を歩いて慎重に探してみると、運が良ければ1日に2個も3個も見つかることがあるんだって。多分進化の過程で陸から海へ戻ったクジラさんたちがまたこの大地が恋しくなって戻ってくるのかもしれないね。そうなんだ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。郵便です。はい。私取ってくるね。大事な大事な手紙。ついに俺の秘密兵器が登場だぜ。奴と戦ってみたければ虫相撲でキング戦を選んでみな。まず俺が相手ね。ついにこいつの活躍する時がやってきたぜ。よし、行け。よし当然の勝利でしょう。よし、行け。頑張れ。よし、行け。頑張れ。よし、行け。頑張れ。よし、行け。負けちゃったよ。嘘、なんで負けんだよ。やっぱずるはいけないね。でもお母ちゃん、僕くんって本当に強くなったね。そうだな。ちょっとついてきな。いいことを教えてあげるぜ。僕ちゃん、いいことを教えてやるよ。ここで丸ボタンを押してみな。何が起きるの？俺たち以外は知らない秘密の抜け道へようこそ。秘密の？そう。ここを通れば竜神池やてっぺん山なんてあっという間なんだぜ。とにかくボタンを押してみな。あれ、ここは一体。
その本は私には全く読めない妙竹林な文字で書かれていた。なんだか変なの。穴穴ボボン。ご苦労さん。あんた何者？自分から名乗りなさいよ、少年1号。僕は僕。はあ？じゃあお前は今日から僕くんだな。それ正解だってば。変なガキ。あんたに言われたかないよ。この装置はな、ここにセンサーがあって。まだ質問してないってば。どうせするんだろ？じゃあしない。ブツよ。ダメって。このセンサーでここを通る物体を感知してフラッシュが光ってシャッターが切られる。何を取るの？狼。は？日本狼。どうせ知らないか。あんた狼娘？あれ？あとお風呂の姉さんだって。あんた一体誰なの？人間。ああ、ガキンチョの等身大ギャグはなんか調子狂うよな。私は沙織。仙台の大学で大学生やってる。専攻は自然科学。僕は僕。都会の学校で小学生で、先生は中島先生。なんだそりゃ。あとここにマイクがあって音を感知すると録音がスタートする。ご苦労さん。あんた何者？自分から名乗りなさいよ、少年1号。ってな感じ。明日私のテントに来てごらん。面白い本がいっぱいあるからさ。食欲ない。どうしたの？バーカ。じゃあいただきます。いただきます。もう何にもしたくないな。このままご飯食べないで死んじゃうのかな。私ってバカだな。お姉ちゃんいないね。いないね。まあ人間2、3日食べなくたって死んじゃうわけじゃないけど、もしあんまり長引くようならちゃんとお父さんお母さんしてあげなきゃな。そうね。じゃあいただきます。いただきます。てっぺん山のてっぺんで、なぜか私はちょっぴり苦労して手に入れたこの風景を大事に大事にそーっとそーっと端から端までしっかり見ておこうと思った。手前の森の梢をかすめた向こう側に、まず叔父の家とその庭の柿の木が夏の日差しを浴びてほのかに揺らめいている姿があり、さらにその先の山の稜線が幾分穏やかになったあたりには、鷺の里の家々の赤瓦の屋根が見えた。
そして丘の西側には周囲の森に抱かれるようにまっすぐに伸びた一本の高速道路があり、その道が指し示す遠方には生気あふれる8月の海がキラキラと輝いていた。なのよ。お姉ちゃんがテントにおいでって言ったんだよ。テントの中にいろんな本や面白いものがあるから勝手に見ていきな。でもリュックの中は見ちゃダメだぞ。レディーの持ち物なんだから。レディーって誰？テントの中には実にたくさんの本や写真、そして可憐な花や草木の絵などがあった。テントの中の本ってどんなお話なの？高尚で難解で不穏な自然科学の本とか、ラブでピースで火星なイデオロギーの本とか、そして私の愛する狼くんの本などなど。綺麗なお花の絵があったんだけど、誰が描いたの？私だよ。僕くん、ここ気に入った？うん。じゃあまたおいで。お姉ちゃん、大丈夫？大丈夫だよ。おばちゃんが女の子はみんなそうなんだって言ってたよ。どこが悪くなったの？なんだか自分の夢とか希望とかもろもろの将来のことがもうどうでもよくなったって感じ。もうほっといてってば。萌姉ちゃん、なんで寂しそうな顔してるの？まあまあ、さあ早く食べましょう。じゃあいただきます。いただきます。まさか進学まで諦めるなんて。お父さんは萌のこともう少し大人だと思ってたけどな。もう私決めたの。私は高校にも大学にも行かないで一生ここで暮らすって。じゃあ高校を卒業してから月夜野に戻ってくればいいじゃない。鷺の里にだって仕事はいっぱいあるんだから。受験が嫌なのかい？訳を話してくれないかな。なんだか正直言ってもう自信ないの。自信とかやる気とか希望とか全然ない。お父さんよく人は自分の思いのままに生きていける、思いの強さがあれば思った通りの自分になれるって言ってたじゃない。失敗を続ける人はそんな自分が好きなんだし、悩み続ける人は悩むことが好きなんだ。
だから強い自分を信じて生きていけば人は本当に強くなれる。どんな思いでもいつかは実現させられるって。だからって萌えはお父さんのことを嘘つきだとは思わないだろ？思うわけないじゃない。でもね、追い続けた夢が意外に簡単に壊れてしまうこともあるんだなって。壊れてしまった後はなんだか悲しすぎてさ。息をしているだけで憂鬱で関節が痛くなったり。関節？あなたの学力なら高校に入ることはそんなに難しい夢ではないんじゃない？それに学歴なんて社会に出ていくためにどうしても必要なものではないし、萌えのような子は上の学校に進まなくても自然に教養を身につけることができると思うよ。ただし今の萌えが考えていることを萌え自身がもう少し整理するための時間を持たなければきっと後悔するような結果になってしまうんじゃないかな。でもお父さんたちはずるいってば。それはちょっと心外だな。だって私が悩んでることなんてお父さんたち大人の世界ではもうとっくに結論が出ていることばかりなんでしょ。砂糖水落としちゃった。甘いの好きなの？ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。優作さん、母さん、お風呂借りに来ました。母さん、夜分失礼します。いいのよ。自分の家だと思ってゆっくり入っていってね。ありがとうございます。よ、ボクくん、お誕生日席じゃないの。やる？やる？なんだかそわそわ。さ、なに？あんた昨日お風呂のお姉さんがお風呂に入ってるの気にしてたでしょ。エッチ。そんなことないよ。調べちゃんはなんでそう思ったの？女の勘ね。あらま。じゃあいただきます。いただきます。来たよ。何読んでるの？森の本。面白い？今日からもうちょっとだけ秋なんだよ。なんでそう思ったんだ？トンボがたくさん飛んでるよ。あれ、いつの間にかすごい数だな。私、小さい頃ふもとの町に住んでたんだ。あの日もちょうど
今日みたいなトンボがたくさん飛んでた。まだ私が今の僕くんより小さかった頃、家族と一緒にこの辺にハイキングに来たことがあるんだ。その日、私はいつの間にか迷子になっちゃってさ夕方になって心細くなって、河原の大きな石の上に座って泣いてたんだ。そしたらあの声が。どんな声？怖くなった私は夕映えの山道を一目散に逃げ走って、気がつくと私を探しに山を登ってきた青年団の人に保護されてたんだわけ。じゃあその声に助けられたの？なんとなくそう思ってきたんだ。何の鳴き声なの？ニホンオオカミ。とっくの昔に絶滅したはずのニホンオオカミの声。ほら、僕くんの写真できてるよ。その時私は考えた。何やら不思議なヘンテコお化けをどうにかして沙織の機械まで進み出す手段はないだろうか。そう、私は知っていたのだ。ヘンテコお化けの好物。これで来るかな。へんてこお化け。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。さ、何？萌姉ちゃん。一緒にお風呂入ろう。なんで？一緒に入ろう。背中流してあげるから。さ、何？お姉ちゃん、失恋しちゃったんだ。大丈夫？なんだか萌姉ちゃん大失敗の巻って感じでした。もう頭とかクラクラしない？うん。お父さんに怒られちゃった。今の私はやけくそなんだって。お姉ちゃん、本当に高校行かないの？うん。ねえ、僕くんくらいの年の男子でも女の子の裸って興味あるの？あるわけないか。ああ、私も可愛い弟いたのにな。え？いや、なんでもないの。
僕くん、萌えと一緒にお風呂に入ってドキドキしちゃったんだ。意外におませさんなんだ。でもね、おばちゃん、僕、お山の向こうに沈む綺麗な夕焼けを見たり、不思議な模様の蝶々を捕まえた時も、なんだかちょっぴりドキドキしたよ。胸の奥の方がキュン。病気なのかな？僕くん、それはね、人間ってものすごく不器用な生き物だから、時々自分の心が自分の体のどこにあるのかわからなくなっちゃうんだ。だから遠くの山々に沈んでいくきれいな夕日を見たり、とっても不思議な色の蝶々を捕まえたりした時に、心は静かにブルブルって震えて、僕は君のここにいるよって教えてくれるの。じゃあ、とっても大事なことなんだ。これがなくなったら死んじゃうかもしれないよ。あんたってだらしないわね。ごめんなさい。鼻血ブーしたの？僕くん、大丈夫？なんともないよ。そうかい。それは安心したよ。女の子の方が長湯は得意だからな。おばちゃんもドキドキすることってあるの？そうね。今でも時々あるかな。どんな時？それは秘密。なんだか私、僕くんには悪いけど、お風呂でびっくりしたせいで心のモヤモヤがちょっぴり晴れて楽になったみたい。でもまだ勉強とか青春とか面倒なことは全くやる気がしないな。ああ、本当になんにもやる気がしないな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃーん。さて、今日は何の日でしょ毎年カレンダーをもらったらすぐに赤丸つけるんだから忘れるわけないでしょ。何の日なの？う？僕たちの結婚記念日なんだよ。なんだかもう羨ましい限りだな。そうか、今日は結婚記念日だったのか。完璧に忘れてたわ。僕くんって将来どんな女の子と結婚するんだろうね。実はおばちゃんっておじさんより一つ年上なんだ。見合い結婚なのに籍を入れる直前まで年下だと信じていたんだ。なんで？猫とか犬とかタヌキとかいろんなものをかぶっていたみたいで、あ、今のおばちゃんに絶対内緒だよ。
蛇だ。嫌だってば。どうしたんだ僕くん、大丈夫か？もう安心だ。怖かったのかい？そんなことないよ。男の子はこのぐらいで怖がっちゃいけないよ。なんだかデリケートだね。デラックス。それ。本日はそっち側がサビ抜きだからね。お寿司。あんたはカッパ向き。あはは、本日カッパ以外禁止ですのよ。まあお前を食ってやる。私ハマチダメなの。僕大好き。ダメだってば。お姉ちゃん、他に嫌いなものある？あんたはカッパ。逃げちゃいそう。ねえ、プレゼントいつ渡すの？じゃあまずはお父さんの話を。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お姉ちゃん、調べ、今日はどうもありがとう。プレゼントはお父さんお母さんの一生の宝物にするからね。宝物か。私も一生の宝物なんて言えるもの欲しいな。萌えはまだ15なんだから、これからいくらでも見つけることができるんじゃないか。人生そうあるべきよね。そういえばうちの学校の頑張りすぎの教頭先生、戦争中になんだか自分の大事な宝物をこの裏山に隠したんだって。なにでも戦時中の宝物なんて今の調べや萌えたちが見たら多分びっくりするほど粗末なものだと思うけど。なんだろう。ふんどし。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あ、おはよう。おはようございます。僕くんもう起きてますか？今朝ごはんが済んだとこだよ。見せたいものがあるんで。おい、僕くん、ちょっと出てきて。ん？何々？ついにやったな。ええ、ありがとう。おはよう、変なガキ。おはよう、変なお姉さん。これなんだと思う？ニホンオオカミだ。やったね、お姉ちゃん。やっぱりいたんだね、この山にずっと。
おめでとう。変なお姉ちゃん。嬉しくないの？なんだかね。なぜでしょう。どうしても。でもお姉ちゃん、これで一躍有名人だね。バカ。トキって知ってる？せっかく狼の生息地を見つけたのに人には教えられないの。え？でもなんで砂糖水なんかに持ってきたんだろう。塩が好きっていう記録はあるんだけど。あんたカメラのとこで何かした？お姉ちゃん、あんまりじっとしているとなんだ？蚊に食われるよ。そういえばうちの学校のあの頑張りすぎの教頭先生、戦争中になんだか自分の大事な宝物をこの裏山に隠したんだって。これは誰かにとって何か大事なものなのかもしれない。私はそう思ってこの本を持ち帰ることにした。あら？何かしら？これ、穴ボボン。何それ？あれ？英語の辞書とボロボロの手紙が入ってる。やっぱり宇宙人の本なんだ。バーカ。これはね、英語なの。イングリッシュ。お姉ちゃん、英語わかるの？わかるわけないでしょ。一番嫌いな先生の授業なんだから。ちょっと手紙の方読んでみるね。聞かして聞かして。手紙も英語でしたわ。学士。どうしよう。訳すったって私の辞書は学校に置きっぱなしだしな。どこかに英語の辞書ないかな？お姉ちゃん、わざとやってるの？何？何のこと？あの手紙は夕飯までに訳しておくからね。できるの？うるさい。誰かの秘密がこの中に詰まってると思うとワクワクドキドキ。我が身の不幸もなんだか軽くなったみたいだわ。お姉ちゃん、どうしたの？人生いろいろだなとかガツンとか。意味不明。とりあえず読みます。何それ？調べ、うるさい。読むよ。春、大河の流れ、咲き誇る花々の香り。今マーク・トゥェインの冒険小説で読んだ夢の国アメリカと私の生まれた国、この愛すべき祖国日本は戦争をしています。トム・ソーヤ、ハックルベリー・フィン、彼らが遊んだ野山に吹いている風を、日差しを、私はいつか自分の肌で感じてみたかった。今日まで密かに、そしてひたむきに彼らの言葉を学んできた私ですが、それもそろそろ限界のようです。英語の辞書もここに隠さなければいけなくなりました。もしこの戦争が終わってまだ私が生き延びていたならば、今の清水のようなこの無垢の志を、そして春の到来を告げる南風のような高揚感を未来の自分へ伝えたいと思います。昭和17年春。
名前は？書いてない。そうか。この人生きててくれるといいね。なんかあの古い手紙を読んだらさ、私の悩みなんてもしかしたらちっぽけなんて頭混乱してぐるんぐるん。でもあれは誰のものなの？誰かはわからないけど、なんつうかとっても心の温かい人が残していったものなんだろうね。明日から何？明日から頑張ろうって少し思った。あのね、なんだい？お父さんお母さんごめんなさいでした。どうしたの？私やっぱりちゃんと進学しようかなと。そうか。そりゃよかった。やったね。萌え、頑張れ。母さんも応援するわ。でもなんだい萌え？なんでもない。高校に行くためにはこの家を出て一人暮らしをしなきゃならないってことかい？なんだか寂しいよね。調べはアイドル歌手になるの。そうなの。それはすごいな。でね、ブイブイ言わせるの。何を？ベンツ。じゃあいただきます。いただきこんにちは。調べちゃんから聞いたんだけど、蛇に会ったんだって？もうそろそろ秋の雲の形だな。あれ？蛇の話は？なんだか悲しい一人雲。狼娘ってさ。わかったか？は？蛇に会って逃げたんだろ？文句ある？もう傷つくな。ごめん。でもさ、ちょっとぐらい怖がりなやつの方が。魅力的ってもんだ。じゃあ笑わないでよ。自然に対して何も恐れを抱かないやつに限って、まるで中性洗剤で洗ったように人間味の感じられないニュータウンを作ったり。要はバランスの問題だけど。今度は外国の話？いいよ。ここらへんのお話。おっぱい？ちょっと違うぞ。そっか、小学生にチューしたから結婚しなきゃな。だから私はなんだか悲しい一人雲。びっくりした。これでどうだ？あれ？本当だ。本当に綺麗な星空だね。都会に帰ったらもう見られないね。お姉ちゃん、来年の春から一人暮らしなの？そうか。ここからいなくなっちゃうんだ。でも
卒業したら必ず帰ってくるよ。絶対に？うん。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。そういえば最近お天気の日が続くね。そうだね。もう何日雨が降ってないんだろうね。あれ、僕くんがここに来てから雨降った？降ってないと思う。そうか。なんだか今年の夏は入道雲が目に焼き付いちゃうような晴天が続いたよな。そうね。もうちょっと年を取っておじいさんになったらさ、なんかのきっかけでいきなり思い出しそうな、なんとも言えない印象的な夏だったな。でも終わってみるとあっという間だったね。そうだね。さてと、釜の準備に行くとするか。僕くん、ちゃんと約束通りに来たね。じゃあ釜の炊き口に火を入れるよ。この釜は見た目の通り斜面を登るように作られているから登り窯っていうんだ。この窯の形で下から火を焚くと熱が自然に斜面の上の方に登っていくので、中の温度を効率よく1000度以上まで上げることができるんだよ。だから真夏にはあまり気の進まない熱い仕事なんだ。この後はどうするの？まずしばらくは3、40分ごとにたくさんの薪をくべるんだ。で、夜が明けた頃からそのペースを徐々に速くしていって。じゃあ徹夜なんだ。そりゃそうだよ。そしてその後、明日の昼過ぎ頃に内部が目標の1200度になったら、それを2時間ほど頑張って持続させて、夕方くらいにこの炊き口を塞いで火を消しちゃうんだ。それで完成？うん。でも自然に冷めるのを待ってから窯を開けなきゃいけないから、焼き上がったものとのご対面はあさっての夕方まで待っててね。気の長い話だね。もうお腹空いてきちゃったな。コオロギの鳴き音に揺れし我が釜の、まだ細き日に我が子抱かれん。明日日が昇る頃になったら今よりもっとたくさんの薪が必要になるから、今夜のうちに頑張って割っておかなきゃ。ねえ、さっきの歌はどういう意味なの？やっぱり夜になってくると、さすがにもう秋を感じるなって感じかな。ふと急に空気が冷たく感じられて、私はその場に立ち止まった。
やった。ついに目標の温度まで達したぞ。あとは頑張ってこれを2時間持たせれば OK なんだ。そういえばさっきの雨一瞬で止んだけど、すごい降りだったね。優作、頑張ってね。もう少しで久々の現金収入よ。なんだか私まで疲れてきちゃったな。やっと終わった。ご苦労様でした。明日の夜には窯を開けて焼き上がったものを見せてあげるよ。やっぱりこの快感は何物にも代え難いな。達者でな、草垣。え？明日この山を降りて大学に戻るんだ。そうなんだ。寂しいの？なんで？だって全然全く少しもちっとも全然寂しくないってば。お前なんか僕にとってアーリンコののどちんこよりも寂しくないぞ。まあそうかいそうかい。でもいろいろとありがとな。今年の夏はなかなか楽しかった。来年来るの？来年も。そりゃそうだ。狼は間違いなくここらにいるらしいからね。来るのは狼に会いたくて？当たり前だろ。今日はなんで吹かないの？そう聞きたいんでしょ。なんで？今日もね、秋の虫たちのささやきを聞く夕べなのだ。雲が月明かりに照らされて綺麗だわ。もし都会と同じ空や雲が同じ時間にここでも見られたら、僕くんが帰った後でも電話でさ、同じ空を見て同じ気持ちで同じお話ができるのにね。ねえ、もうそろそろ夏休みもおしまいだけど、僕くんはいつ自分家に帰るの？多分31日だと思うけど。さっさと帰って母ちゃんのおっぱいでも飲むんだな。そうか。そうだよな。いつかは帰らなきゃいけないもんな。そうだね。そうだよな。やっぱ休みが終わったら帰るんだよな。そりゃそうだよ。俺、いや、なんでもないや。へえ、なんなの？なんでもないって。なあ、僕ちゃん。都会に帰る前にさ、萌さんに会わせてくんない？くんない。
僕くんちの赤ちゃんってもう生まれたの？じゃあ明日がいいよ。明日は星の位置が最高だって占いの本に書いてあったんだ。どうしたの？なんか食べたくない。僕くんまで？え？嘘。今のよくわかんないよ。まさかもしかしたら熱でもあるのかな？やっぱり熱があるのかな。ね、僕くん、今つらい？うん。少しほへほへって感じ。おへ2回か。ちょっと失礼するよ。熱結構上がってるな。ごめんね、早く気がつかなくって。とにかく今日はもうお薬飲んだし、さっさと寝ちゃいましょう。ねえおばちゃん。なに？おばちゃん家にいた男の子ってきっととっても幸せだったと思うよ。どうしてそう思うの？僕その子の代わりできるかな？お兄ちゃんはお兄ちゃん、僕くんは僕くん。でもおばちゃん、僕くんのことも大好きよ。僕もおばちゃんのこと好きだよ。ありがとう。じゃあおやすみなさい。その時私はなぜか無性にまるで春の日の日だまりに恋した猫のようにくるんと丸くなっておばに優しく抱きしめられたくなった。おばちゃん。どうしたの？おやすみなさい。はい、おやすみ。ちなみに今晩のおかずはロールキャベツでした。僕くん、もう元気そうだね。もう大丈夫だよ。そう？それはよかったわ。子供の時って風邪をひくのも治るのもなんだか簡単で分かりやすくてよかったな。何でも単純なのが一番よね。それじゃあまるで僕が。だって男の子って単純なんだもん。じゃあいただきます。いただきごちそうさまでした。ごちそうさまでした。僕くん、これあなたが育ててた朝顔の写真。咲いてた間はずっと毎日撮ってたんだけど、その中から特に綺麗なのを選んでみたの。ちょうど毎日1枚ずついいのがあったから、咲いていた日数と同じ枚数をプレゼント。おばちゃん、どうもありがとう。いえいえ、こちらこそご苦労様でした。僕これ大事にするよ。でも
あんたの好きな花はひまわりなんだからね。調べったら変な子ね。戻ってあっちの友達に舐められるんじゃないぞ。僕はもともとあっちの学校に通ってたんだよ。そうだったな。お前もう少しちゃんと食べて太れよ。ちょうどいいくらいにね。僕くん、もうなんだか長い付き合いみたいな気がするね。そうだね。俺多分学校卒業したら都会に出ていくことになるんだ。なんで？うちの田んぼ売っちゃうんだって。もやしっこ、お前俺様みたいに太りたくないのか？萌え姉ちゃんってさ、多分スリムな人が好みだと思うよ。なんだそりゃ、そんなのどうせ俺様に惚れるまでの気まぐれなのさ。新学期になったらすぐ僕くんにお手紙書くよ。じゃあ僕もちゃんとお返事書くね。出ます。はい、空野です。ああ、久保田のおじさん。いえいえ、こちらこそいろいろとお世話になってます。そうなんですか？じゃあ僕くんに代わりますね。僕くん。お父さんから電話よ。僕くん、おめでとう。わかったよ、お父さん。じゃあね、お父さん。男の子だって。まあよかったわね。よかったな、僕くん。おめでとう。おめでとう。嬉しいわね、お兄ちゃんよ。そうだ。しっかりしなくちゃな。おめでとう、お兄ちゃん。それはなんだかとても悲しい夢だった。まるで夢の中の木枯らしの音がなぜかあの日本狼の孤独な雄たけびのように感じられて、それはとても悲しい夢だった。僕くんと一緒にこうやって朝ごはんを食べるのもいよいよ明日でおしまいだね。そうだね。僕、赤ちゃん見るの楽しみなんだ。帰ったらゆずきさんによろしくね。明日は午前中にお父さんが来るらしいから
ここにいる間にやってしまわなければならないことは全部今日中に終わらせちゃうんだよ。はーい。さ、何？やめた。なんでもない。変な子ね。なんでもないってば。変なやつ。じゃあいただきます。いただきごちそうさまでした。ごちそうさまでした。調べちゃん？あれ？いないな。あの子ごちそうさまもしないでどこ行っちゃったんだろう。ねえ、僕くん、調べ見なかった？あの子、さっきからいないのよね。心当たりのあるところは片っ端から探したんだけど、どうしたのかな。もうそろそろ帰ってくると思うんだけどな。あんたがいなくなったって誰も寂しいなんて思わないんだから。絶対そうなんだから。みんないなくなったと思って探してるよ。え？誰がいなくなったの？あんただよ、ちび娘。何よそれ。とにかく家に帰ったら？嫌よ。私はここですることあんだからさ。それより家の近くに私のリボン落ちてなかった？朝なくしちゃってさ、輪ゴムで止めてるんだ。みんな心配してるよ。しつこいわね。あんたなんとかしなさいよ。私の下僕でしょ。なんだそれ。しつこいってば。お前こそ。あんたってさ。なんだよ。いいよもう。勝手にして。なんだ？お母さん、調べ帰ってきたよ。いやー、心配したけど何でもなくてよかったよかった。バーカ。調べちゃん、どこ行ってたの？海の方。あんなに遠くまで一人で行っちゃダメだよ。ごめんなさい。あれ、珍しく素直なんだ。これあげる。え？あげるってば。
ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ねえ僕くん、おばちゃんちの女の子って二人ともすっごくいい子だと思わない？うん。おばちゃんさ、あの子たちがこうして近くにいてくれるだけで、ああ、私は生まれてきてよかったな、そしてあの子たちの母親になれてよかったなって、そう思っちゃうくらい幸せなんだ。そしてこんな幸せな家庭を作ってくれた優作のことも大好きなんだ。この夏休み、僕くんにもおばちゃんの幸せ分けてあげられたかな。それはよかったわ。ありがとう、僕くん。今日調べを見つけたのって僕くんなんだってね。うちの妹がご迷惑をかけました。ありがとう。あ、そうだ、感謝の印にご褒美をあげるね。内緒だよ。昨日居間で居眠りしちゃったせいか、なんだか体の節々が痛むな。じいさんくさ。こら、あんまり言うと本当にそうなるぞ。大丈夫なの？まあなんとか。気をつけてね。うん、ありがとう。じゃあいただきます。いただきごちそうさまでした。ごちそうさまでした。僕くん、お父さん来たわよ。いやー、皆さんにはお世話になっちゃって。こらお前、ちゃんとお礼を言わなきゃダメだぞ。一月ぶりに見る父親はなぜかキラキラとした覇気があり、それはまるで人が変わったかのようだった。なんだかとてもお元気そうで、というか、どうしたんですか？いやー、なんつうか2人目が生まれたし、ここでドーンと頑張ってみようかと一大決心なんですわ。お兄ちゃん、一体何を頑張るの？なんだろう。なんだかお兄ちゃんが幸せそうで嬉しいわ。そうか。でもそういう薫だって。うん。ああ、お母さん、ずるいってば。どうしたんだい？今のところ、とりあえずだけど、私の愛すべき存在はお父さんってことになってるの。とりあえずか。娘を持った父親の悲しみ、ここに至れり尽くせり。あら、お父さんを恋人にするなら、ここに強力なライバルがいるのをお忘れなく。あら、そう。でも私だって負けないんだから。じゃあそろそろ。ねえ、おばちゃん。何？最後の
お願い。なんだろ抱っこして。こらこら、ダメだってば。男の子は泣いちゃいけないよ。これおばちゃんちの決まりなんだからね。僕くん、私はあの夏に起こった出来事をいつまでも決して忘れないだろう。これが私が覚えているあの夏のすべてだった。その後小説家として成功した私は今ではニューヨークのブルックリン橋が見えるホテルに住み、そしてこの幼き日の物語の最後を彩るエピローグの言葉を探しているのだ。そういえば2001年のカウントダウンの時には調べやもやも久しぶりに日本から遊びに来るらしい。さよなら20世紀。